ーさんのもっと楽しむ音楽ラジオ。毎度おなじみもっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好きズーさんです。イエーイ。今日はですね、今皆さん大注目だと思います米津玄師さんのカラス、初めて聴いてみた&即興解説したいと思います。イエーイ。そう、この曲ワールドカップのテーマソングになっておりまして、さっきも日本代表が大活躍だったっていう試合のニュースが朝のテレビでやってましたけど、毎日多分流れる曲なんですよ。この曲をね、今まで聴かないようにしてたんですけど、友達からわざわざ LINE が来まして、カラス聞いた？絶対ズーさんで解説してほしいって言われて、もうね、今日聞くのを楽しみにしておりました。何度サブスクで再生したくなったことか。ということで、早速聴いてみたいと思います。このチャンネルでは J-POP を聴くのがもっと楽しくなるをテーマに、楽曲の解説だったりリアクション動画というのを撮っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。再生。意外。なんか早いですね。クタクタクってさ、サッカーをさイメージさせるんだったら、やっぱり大歓声とかボールをドッってなんか鈍く蹴る音とか、なんかそういう音使いたくなりそうだけどさ、パソコンのタイピングってなんか割とむしろサッカーやってなさそうなインドア派の主人公を想像しますね。パソコンにも聞こえるし、あとカラスがテチ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 ってなんか歩いてる音にも聞こえてこない？なんかいずれにしても可愛いよね。ワクワクしてるような感じっていうか、この冒頭のコード進行、これはミセスがめっちゃよく使う進行ですね。負けない何かが欲しい、ほどけない絆が欲しい、そうすればきっと僕らはとかね。明るくて、しかも一度始まりじゃなくて三度始まりで、ちょっとなんて言うんだろう、すでに物語は始まっているみたいな感じがするコード進行。子供の頃に見てた漫画の世界を。早い。もう好きですね。バスドラドン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 って力強くスタートします。お客さんがいるライブだったら、お客さんが多分自動的にこうやって一緒に手拍子し始めるだろうなっていう感じのリズムです。バンプとかラッドがよくやるやつです。涙で濡れた部屋にノックの音が転がった。やっと目を覚ましたかい。これですね。期待感があって盛り上がっていく感じが今回詰まってます。子供の頃に見ていた漫画の世界はいつも誰かを守って救うことが何より大切だった。自分の幼さも知らず大口叩きまくってしたたったちの苦労さをまだ覚えてる。A メロはこんな感じですかね。いや、これさ、やっぱ歌うのも難しいっていうか、なんか軽々米津さん歌は0点入りますけど、意外と息継ぎも大変だし、一文字歌い損ねるとそのままダラダラっと崩れていくんで、子供の頃に見ていた漫画の世界はいつも8分音符が常に意識されてたりとか、アップテンポなバスドラムが始まることで、こう弾む気持ちがものすごい表現されてる感じがします。この曲の主人公は子供の頃はヒーローになりたかったんだね。やめろ、こいつを殴るなら俺を殴れとか言ってボコボコにされたこともあったりしたのかもしれません。じゃあちょっと続き聞いてみましょうか。折れてる星の名前を知るたび転調しました。転調しました。もうさ、転調しますよーみたいなっていうのは、もう米津さんの曲を聴くときは思わないでください。もう皆さんアイスアートで学びましたよね。R is out 一体どうしようってここで転調するとか、今回も前触れゼロです。だからこの曲元のキーは E フラット、ここで D フラットに転調するんだけど、普通だったらそういう時ってしたたったちの黒さをまだ覚えてる星のとかね、いけると、転調なさるんですね。それやったら私もついていかさせていただきますんで、遠慮なく転調されてくださいってなるんですけど、米津さんは前触れがないんで、米津さんどこから来はった？消えた。
もう転調されているみたいな、なんかお付きの人がついていけなくなるような衝撃性を伴っていますが、米津さんは歌が上手いので違和感がありません。星の名前を知るたび、僕らは大人になった。誰にも渡せない秘密が一つずつ増えてった。子供から青年になって、あれがデネブ・アルタイル・ベーガーとかって星の名前を一つずつ覚えていくと、何でも話せてた友達にもちょっと秘密ができたりとかしていくってことですかね。星は単純に星かもしれないし、あとはスター、こう有名な選手とか憧れのものが一つずつ増えていったりするたびにってことかもしれないよね。願うだけ強くなるたび、眠るのが怖くなった。ここ米津さんっぽいよね。この6度フラットディミニッシュセブンスって言うんですけどに、この音メロディーで当ててラーラララってファミレドって戻ってくるっていうメロディーがすっごい米津さんっぽい。どうしようもないほど切実にとかね。30人いれば1人はいるマイノリティとかね。僕らは大人になった。ただここから盛り上がっていきます。願うだけ強くなるたび、眠るのが怖くなったな。お前には何が見えるって感じか。かっこいい。これ結構キー低いんだよね。だからこの地の果てでから上がってきた時、この辺でなんかこう救われたような、なんかこう地平に近づいてきたような、なんか高揚感がありますね。あ、米津さんのサビの音程来たぞ、島が見えたぞみたいな感じがしてきます。さあそしてサビです。今だけはの声も、おー、キーが戻った。 B メロで一回下がったキーから E フラット最初のキーに戻ってきました。だからA メロで米津さん E フラットからいらっしゃったんですか。あー、もう素敵なお召しも消えた。どこにすでに C フラットいらっしゃる。あ、そうなんですか。C フラットいかが消えた。もう横に戻っている。E フラットキーに米津さんがっていう状況です。瞬間移動。もう何の前触れもなく、何が見える寄せ書きろって、もう音程、声だけで、もう E フラット戻ってますけど何かありましたかみたいなね。ほんと令和って感じ。もう平成でこんな曲は多分なかったと僕は思うね。そのサビで転調する曲っていっぱいあったけど、きっと待ってるから走り出せみたいな。もう、転調しますよっていう合図があったんだけど、もう米津さんはね、そういうフェーズは終わってるみたい。お前には何が見える今だけはこれもおかしいと思うな。すごいよね。今だけは誰の声も聞こえない場所へ行こう。寄せ書きもそっと机にしまって澄み渡る青い方へ。僕らは今日ただ一羽の夢見がちなカラスになって光を受けて続くこの道をたどり直していくって感じか。超いい曲じゃん。なんか爽快感がすごいあるね。この A メロ B メロ貯めた分のさ、まだ夜だよ、俺たちの時間はまだだよ、来るよ飛ぶよバサ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 みたいな感じするよね。今だけは、まあこれはまあ J-POP っぽいよね。とかのね、イントロにも使われてますけど、で、この曲の一番高い音は、今だけは誰の声も聞こえないの、こうのとこね、G シャープなんだけど、これが一番高い声なんだなって聞いてる人は思うわけ。だけどそれを一回超えて、もっと高い音が最後に出てきます。それが、夢見がちなカラスになって、ここだけ裏声になるんですよ。なんかこれがこの喉閉めて夢見がちだって歌ってたところからカラ
ースでこうなんか解き放たれたような、ついに空飛びましたみたいな。E.T. で言うとチャリこいで飛びたいダーラーラララララってなった瞬間みたいな、このカラスっていう言葉にぴったりタイミングが合ってるメロディーですね。で、そこで米津さん節、さっき言った、このディミニッシュセブンのセブンスを歌う。カラスになってで、ファミレで戻ってくるっていう、この米津さんの流れも踏襲してて、米津さんらしさとカラスらしさが両立しているメロディーでございます。もし、カラスになりたいだったら違うメロディーかもしれない。僕らは今日ただ一羽の夢見がちなカラスになりたいって感じだけど、なってるから。カラスになって慣れてます。だから嬉しいんだね。サッカーってこう陽キャな人がやってるイメージがあるけど、カラスって実はなんかそことちょっとそぐわないようなイメージもあるというかね。やや陰気なイメージあるじゃないですか。割とね、一人で行動してたりとか。だから、なんかサッカーやってる、オーレーって肩組めるタイプの人のことももちろんこの曲で応援してるけど、そうじゃなくって、こう、孤高に挑戦を続ける米津さんみたいな人だったりとか、のことも一緒になんか応援してるような。一匹で頑張っていくこともなんか肯定してくれてるような歌な気がします。人が嫌いなあの子に気づけば子供やっぱ2番聞いても慣れないね。すごいね。ここで急に転調するのは本当に米津瞬間移動。感電の米津。2番の歌詞暗いね。人が嫌いなあの子に気づけば子供ができた。同じ夢を見てたあいつは心を壊していった。さよならも言えないままあの人はいなくなった。なあ、そこからは何が見える？およそサッカーのさ、テーマソングとは思えないぐらい中島みゆきのファイトで歌われてるような群像がバーって見えて気持ちが切り替わります。そこからは何が見える子供の子なんかすごいの起きたね。音楽が止まりました。怪獣も一緒だよね。忘れてたこの世界はのとこのやつとか、何が見えるって言って曲が止まって、で A メロに戻るね。子供の頃に見た漫画の世界から誰かのために生きることを教わった。うまく言えないけど僕が生まれたのは誰かのためじゃなかったんだっていう C メロに進みます。 A メロに戻った感じだけどメロディーがちょっと変わってるんだよね。ピアノで弾いたらめっちゃ綺麗な曲だね。この C で止めるのが米津さんの最近の優しいメロディーだよね。30人いれば、これもそうだね。で、メロディーの形が2回同じの繰り返してるんだけど、前半で低く歌ってたところを後半で1オクターブ上で歌うっていう相似形になっています。僕が生まれたのは誰かのためじゃ1回目はね、漫画の世界からっていくんだけど、2回目は僕が生まれたのはって感じで1オクターブ上で歌うことでみんなこう盛り上がった感じについていけるんだよね。まだ覚えてる今だけはって言ったね。初めてじゃない？米津さんが曲の中にこのテンションが上がるフーが入ってんの。血の黒さをまだ覚えてる今だけは綺麗な声だね。なんかフルートみたい。まだ覚えてる今だけは難しいわ。普通息継ぎするべきところでフーを言ってから歌うんでね。カラオケで歌うときはみんな頑張ろう。あわよくば他の人に言ってほしいね。でも一人で米津さんが自分で言ってあえて入れてるわけじゃん。だってレコーディングだからさ、なんだったらスタッフの人たちにさ、みんなでフーって言いましょうって言って撮ってもいいわけじゃん。でも多分一人だけの声だから自分の機嫌は自分で取るっていうか、俺は1話としてやっていくんだっていうなんか決意、一人で飛び立つってなんて素敵なんだろうみたいな高揚感をこの曲から感じます。も
僕らは今日ただ一羽の夢見がちなカラスになって埃まみれで続く路地裏を取り直していくって感じか。ラストだけコードが変わってサビのコードでなってます。だから最初のよりも今まで聞いてきた流れが加わって最後のアウトロ盛り上がってる状態で僕らの耳に届くようになってますね。だから結局この曲蓋開けてみたらサッカーの話一個もしてないじゃん。なんかね、青き炎を燃やせとかも言ってないしさ、あの球をゴールにとかなんかないね。ないけどなんかサッカーにぴったりな感じするね。不思議不思議。結局そのサッカーやってようとやってまいとみんな人生を戦ってるのが一緒で、その人たちを肯定する歌になってるから当然サッカー選手も肯定してるわけだよ。みんな一人ぼっちのカラスたちが人生を生きていく中でみんなで頑張ろうぜって言って試合に臨むのがサッカーですから、そりゃおもろいよねっていう、そりゃすごいこと起きるよねっていう。どんなすごい選手であっても本田圭佑であってもさ、食事制限したりとか家でさドリブル練してる時とかってそういう時は一人なわけですよ。それがあるから11人集まった時にすごいってなるわけですよね。この曲にはさウォーウォーウォーパートもないわけだよね。例えばさ夜遊びの群青みたいにさしらつしらつ隠してた本当のサッカーをみたいなここあってもいいけどないね。もうそれは皆さん心の中でやってくださいと。みんな心の中でこの曲を持ってればもはや応援歌を歌う必要もないんじゃないですかと。君は頑張っている、僕も頑張っている、その姿をお互いに空を飛びながら見ることができる。ほらそれでいいですよね。今 J-POP の世界を一人で飛び回り続けてる米津さんがなんか背中で見せてくれる応援みたいな、なんかそんな一曲なのかなって思いました。いやーこれはね好きということで、ちょっと皆さんもどんな感想を持ったか教えてください。音楽大好きつーさんでした。